こんばんは。はるけです。今回はフューチャースターアイコンチーム2ティアリストになります。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになっているので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。今回はですね、ハイソン選手、そして SBC 目標できた選手をティアリストにまとめてます。こちらの動画はですね、アイコン選手のみのティアリストになってます。それでは早速紹介をしていきます。こちらがフューチャースターアイコンチーム2のティアリストになってます。D には誰も入れていないという風なことで、まずは C ですね。C はですね、ガットゥーゾ、そしてネドベド、この2名を入れました。まずはガットゥーゾですね。ガットゥーゾね、ペースもうちょっと欲しいなという風なところと、ちょっと重い選手になりますので、取り切る力っていうのは、今の現環境でも十分あります。ボランチの選手で取るという風な、刈り取りという風な部分ではあるんですけど、その後の、やっぱちょっとドリブルの重さみたいな部分は気にはなる人多いかなと思いますね。あとはプレイスタイルもうちょっと欲しかった。インターセプトのプラスだったりとか、容赦なしだったりとか、ブルーザー3つともね全然いいんですけど、今の現環境ね最強のボランチになるためにはもっとプレイスタイル面、追加して欲しかったなという風なところですね。で、逆足3っていうのもちょっと惜しいな、4の方が良かったなっていうのは思いますので、普通に使えるようにはなってはいるんですけれども、スタメン級までにはいかない現役の選手でも、まだ全然ガトゥドより強い選手、使いやすい選手はいるなというふうには思いますね。で、そして続いてはネドベドですね。ネドベドに関してはですね、ちょっと D にしようかと迷ったぐらいの選手になりますね。もちろん能力は上がってはいるんですけど、やっぱなんかドリブルちょっと遅かったりとかは、しますね。敏捷性バランスが低いからなのか、結構軽そうにね、思える選手なんですけれども、なんかそこまで期待をしていたほどの軽さは、なくって、かつフィジカルもね、ちょっと弱いっていう選手になります。なので、本当に合わない人は結構合わないかなという風なところですね。で、パス面ももうちょっとうまくあってほしかったなっていうのは思いますし、決定力ももうちょっと高ければよかったなっていうのは思います。ただペースが速かったりとか、ラピッドのプラスもね、ついてますし、あとはスキル逆足がいいっていうのが、結構、個人的に D にしなかった1個の理由にも、なりますので、このスキル逆足がね、もっとひどかったら、多分全然 D にしてたと思います。なので、使いようはね、まだあるんですけど、もっと強化をしてほしかったなっていうのは、個人的にこのネドベド、思いますね。で、そして続いては B ですね。B はですね、プジョル、そして女子選手スミス、この2名を入れました。まずはプジョルですね。プジョルに関しては結構アップグレードをされたなというふうに思います。ペースは80まで、行きました。ただ現環境、ね、速いとは言えないペースにはなってしまいますので、ここはどうしてももうちょっと上がってほしかったなというふうな気持ちはあります。ただ守備面ですね、フィジカルとか守備能力っていうのはしっかり高い選手になりますし、あとはリアクションですかね、もう結構高い数値にはなっていると。ただドリブルだったりとか、パス面っていうのはもうちょっと改善してほしかったなというふうにも思うので、いいとこ悪いとこあるというふうな選手になりますね。ブロックのプラス、そして、パワーヘッダーだったりとか、エアリアル、そして予測だったりとか、ジョッキー、容赦なし、ここら辺はね、非常にいいのかなというふうに思いますので、個人的には、ロマンすぎる、選手ではまだなくなったのかなというふうには思いますね。で、そして続いてはスミスですね。スミスに関してはスキル逆足変わらなかったですね。44のままという風な、ことでですね。個人的にはどちらか5あったらまた良かったかなというふうに思います。ただプレイスタイルプラス2つ付きということで、クイックステップ、そしてトラップのプラスかながついているっていうのは素晴らしいなというふうには思います。あとは今週とかもついているというふうなところですね。シュート系に関しては結構上手い選手になりますので、普通にいいなと思います。冷静度もね高いし、フィニッシャーとしての役割っていうのはしっかり果たしてくれる、そんな選手にはなりますね。で、ペースもまだあるという風な選手にはなりますし、個人的にはまだ使えるかなという風なところですね。パスもね、うまいんで、若干敏捷性もうちょっと高くあってほしかったなという風にも思うんですけれども、この人も普通に強化をされたなという風に思いますね。で、そして続いては A ですね。A はですね、リバウドを入れました。この選手に関しても、
ね、5、どちらかスキル逆足欲しかったなという風なところで、ダイナスティーズがね、44で来てたので、まあ、そこを超えてきて欲しかったなという風には思います。ただまあ、能力に関しては、高いですね。普通に高くって、一応プラスでフレアのプラスとパワーシュのプラスついているっていうのはいいなと思いますね。で、あとはテクニカルとかコンシュも持っていると。でね、フィジカルが結構この人は強いんで、なんかゴリゴリコントロールスプリントなどを使っていくっていうことができます。で、レースも高くですね、シュートもうまいし、ペースも92ありますんで、アタッカーとして、またキャムの選手、中盤としても優秀だなと、いうふうに思います。パスもうまいんで、本当に周りと連携しながら2列目から飛び出していって決めきるみたいな、力がある選手。若干ね、やっぱドリブル自体は、重たさはあります。結構人によっては、不満に感じるかもしれないですけれども、まあそれ以外はですね、全然強いなっていう風には思いますし、個人的には妥当な、A ランクかなと思いますね。でそして続いては S ですね。S はですね、ベッカム、そしてジダン、ジーコ、この3名を入れました。まずはベッカムですね。かなり化けたと思います。特にペースが90までいったっていうのは非常に素晴らしいなと思います。大きなアップグレードをされたと思いますし、スキル逆足ともに4という風なところも大きなアップグレードかなと思います。で、シュートに関しては、この人も意外と決めきること、できますね。レースも高いし、蹴ってること低いですけれども、しっかりシュート力も伴って、速い、強いシュートが打てるという風な選手になるので、中盤、CM で使う人が多いかとは思うので、後ろから上がってきて決めきるという風な力はある程度持ってる。で、パスはやっぱりうまい。本当にベッカムらしいパスっていうのが出すことできますし、クロスもね、めちゃくちゃうまい選手になります。なので、中盤で使ってても、中盤からサイドに開いてクロス上げるみたいな、ちょっとこうデブライネっぽい、そういう風なシーンも作り出せるという選手になりますね。あとはフリーキックも当たり前にね、うまい選手になりますので、フリーキックを使う方にとっても素晴らしいなと思います。ドリブル自体はどうしてもちょっと重たさはね、あるのかなという風に思うんですけれども、守備も、しっかりしながら、ですね、中盤を担える選手になりますので、かなり強化をされた。あとはプレイスタイルの部分、かなり豊富に持ってますので、そういう風な部分も一ついいところだなという風に思いますね。でそして続いてはジダンですね。ジダン。ジダンベースの頃から強いですし、ダイナスティーズも当たり前に強かったですし、そこからまたさらに強化されたジダンっていうのは当たり前に強いなと、いう風には感じます。もともと5-5っていうのは非常に素晴らしくですね、新たにプレイスタイルのプラスでインターセプトだったりとか、あとはパス面がついたっていうのも一つかなり大きなアップグレードかなと思います。で、ペースに関しては85と。いう風なとこと、シュートも、うまくって、パスも、めっちゃうまいっていう風な選手で、守備も、改善されたというか強化された、選手にはなりますし、フィジカルも強いんで本当に何でもできますね。この人全然余裕で最後まで使える、最後までトップオブトップの中盤の選手に、なりますので、言わずもがな、当たり前の最強選手になりますね。そして続いてはジーコ、ですね。ジーコ、この人もえぐいですね。この人も最強クラスですね。テクニカルのプラスがついているという風なことはめちゃくちゃいいなと思いますし、ドリブルも軽くってね、スキルも5、逆足も5なんで、かなり使用感はいい選手になります。ベースのジーコですら今でも全然強い選手になりますし、本当パスも出せるし、決定力もこの人もめっちゃ高いし、ペースもね、ある、速い選手になる。で、ちょっと守備もね、できるっていうのもいいところですし、保険でフィジカルもちょっとだけ持ってるっていうのもいいのかなと思います。で、またフリーキックのね、このプラスがついてるんで、フリーキック蹴る方にとってもいいところなのかなと、いう風には思います。この人も正直最強ですね。値段は結構高くなってるとは思うんですけれども、その価値は十分にあるなという風に思います。フューチャースターアイコンチーム2で、ジダンと並んでですね、非常に目玉の選手になりますね。こちらがフューチャースターアイコンチーム2のティアリストになってます。少しも参考になれば嬉しいなという風に思います。それでは今回これで終わります。いいの撮ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。